3月15日、最後の捨て鉢な望みを抱いてオールバニに戻った時には、もう12時半を回っていた。僕の破滅の現場は、出て行った時とほとんど変わっていない。バカラのチップがテーブルに散らばり、空のグラスと吸い殻の山になった灰皿がそのまま残っている。煙を逃がそうと開け放した窓は、代わりに霧を招き入れていた。ラフルズはといえば、ディナージャケットを脱いで、数えきれないほどあるブレザーの一枚に着替えただけだ。それでも彼は、まるで寝床から引きずり出されでもしたように眉をつり上げた。何か忘れ物かい？玄関のマットに立つ僕を見て、そう言った。いや、と答え、断りもなしに脇をすり抜ける。そして自分でも驚くほどのズうずうしさで、先に立って彼の部屋へと進んでいった。まさか雪辱戦のために戻ってきたわけじゃあるまい。あいにく僕一人を相手じゃ受けて立てないからね。さっきも他の連中が。暖炉の前で向かい合うなり、僕はその言葉を遮った。ラフルズ、と切り出す。こんな風に、こんな時刻に舞い戻ってきて、さぞ驚いていることだろう。僕は君のことをろくに知らない。今夜まで君の部屋に上がったこともなかった。だが学校で僕は君の下級生だったし、君も僕を覚えていると言ってくれた。無論、それが言い訳になるわけじゃない。だが、聞いてくれないか、ほんの2分でいい。高ぶりのあまり、初めは一語一語を絞り出すのがやっとだった。だが話を続けるうち、彼の表情に励まされた。そして僕は、その表情の読み方を間違ってはいなかった。もちろんさ。で、君。と彼は言った。何分でも好きなだけ、サリバンを一本どうだい。座りたまえ。そう言って、銀のタバコ入れを差し出してくる。いや、かぶりを振ると、ようやく声に張りが戻った。いや、タバコは吸わない。座りもしない。ありがたいが。それに、僕の言うことを聞き終えれば、君だってどちらも進める気にはなれないさ。おう。澄んだ青い目をこちらに向けたまま、彼は自分のタバコに火をつけた。どうしてそう言える？きっと僕を追い出すことになるからさ。僕は苦々しく叫んだ。そうして当然なんだ。だが回りくどい話はよそう。さっき200ポンド以上吸ったのは知っているね。彼はうなずいた。あの金は懐になかった。覚えているよ。だが小切手帳はあった。それであの机で君たち一人一人に小切手を切ったんだ。それで、あの一枚たりとも書いた紙切れほどの値打ちもないんだ。ラフルズ、銀行の口座はもう使い果たして残高割れだ。まさか今だけのことだろう。いや、何もかも使い切った。だが君は相当な暮らし向きだと聞いていたが、財産が転がり込んだとか。ああ、その通り。3年前にね。それが僕にとっての呪いだった。今ではすっかり消えてしまった。一手に残らず。そうとも、僕はバカ者だった。僕ほどのバカは後にも先にもいやしない。これでもまだ足りないか？なぜ僕を放り出さない？彼はそうする代わりに、ひどく浮かない顔をして部屋を行きつ戻りつしていた。身内に何とかしてもらえないのか？ややあって彼は尋ねた。ありがたいことに、と僕は叫んだ。身内なんていやしない。一人っ子だったんだ。あった財産は残らず僕のものになった。せめてもの慰めは、みんなもう死んでしまって、これを知らずに済むことだ。僕は椅子に身を投げ出し、顔を覆った。ラフルズは、部屋の他のすべてと釣り合いの取れた豪奢な絨毯の上を、なおも歩き続けていた。柔らかく均等な足音には、いささかの乱れもない。君は文学かぶれの小僧だったな。ややあって彼は言った。卒業前に学校の雑誌の編集をしていたじゃないか。とにかく僕の詩を代筆させたのを覚えているよ。それに今時何より売れるのが文章の類さ。どんなバカでもそれで食っていける。僕はかぶりを振った。どんなバカでも僕の借金は帳消しにできないさ。ではどこかに住まいはあるんだろう。彼は続けた。ああ、マウントストリートに。で株の方はどうなんだい？僕は惨めさの中で声を立てて笑った。もう何ヶ月も前から椅子の一脚まで差し押さえの証文がついているよ。それを聞くとラフルズは立ち止まった。眉をつり上げ、厳しい眼差しを向けてくる。最悪のところまで打ち明けた今となっては、
かえってその眼差しを正面から受け止められた。やがて彼は肩をすくめ、また歩き出した。それから数分の間、二人とも口を聞かなかった。だが、その端正で動じない表に、僕は自分の運命と死刑宣告を読み取った。そして息をするたびに、ここへ来てしまった自分の愚かさと臆病さを呪った。学校で、彼が11の首相で僕がその下級生だった頃、彼は僕に親切にしてくれた。だからこそ僕は、今もその親切を当て込もうとした。僕は破滅し、彼は夏中クリケットに興じ、残りの季節は何もせずにいられるほどの金持ちだ。だからこそ僕は、愚かにも彼の慈悲を、同情を、援助を当てにした。そうとも、上辺の遠慮と卑屈さの裏で、心の底では彼を頼みにしていたのだ。当然の報いだった。あのつり上がった鼻孔にも、こわばった顎にも、ついぞこちらを見ようとしない冷たい青い目にも、慈悲などかけらもなく、同情の影もない。僕は帽子を掴んだ。よろめきながら立ち上がった。一言も言わずに立ち去るつもりだった。だがラフルズは、僕とドアの間に立ちはだかった。どこへ行く？と彼が言った。僕の勝手だ。と答えた。もう君には迷惑をかけない。では、どうやって君を助けろというんだ？助けてくれと頼んだ覚えはない。では、なぜ僕のところへ来た？はあ、全くなぜだろうな。と僕はオウム返しに言った。通してくれないか？どこへ行って何をするつもりか、話してくれるまでは通さない。察しがつかないのか？と僕は叫んだ。それから幾秒もの間、二人は互いの目を見つめ合ったまま立ち尽くした。その度胸があるのか？あまりに皮肉な調子で彼がそう言って沈黙を破ったので、僕の体に残った最後の一滴の血が煮えたぎった。見せてやる。そう言って一歩後ずさり、街灯のポケットから拳銃を抜き出した。さあ、通すのか、それともここでやってのけようか？重心がこめかみに触れ、親指が引き金にかかった。興奮で気が違いそうになり、破滅し、面目を失い、そして今こそ無意に過ごしたこの命に終止符を打とうと心を決めていた。それでもあの瞬間にやり遂げなかったことが、今日に至るまで僕には不思議でならない。自らの破滅に他人を巻き込むという卑劣な満足が、惨めにも僕のさもしい自尊心をそそった。もしあの時友の顔に恐れか旋律が走っていたなら、その表情を末期の不敬な慰めとして、僕は悪魔のような幸福のうちに死んでいたかもしれない。そう思うとゾッとする。だが、代わりにそこに浮かんだ眼差しが、僕の手を押しとどめた。恐れも旋律もそこにはなく、あったのはただ驚嘆と感嘆、そして満ち溢れる危機とした期待。その眼差しのおかげで、僕は結局、悪態をつきながら拳銃をポケットに戻したのだった。この悪党めと僕は言った。やって欲しかったんだろう、君は。そこまでじゃないさ。少しばかりみじろぎし、手遅れの動揺を顔に走らせながら、彼はそう返した。だが正直に言えば、中は本気だと思ったよ。これほど心を奪われたことは、未だかつてないね。君にそれほどの気骨があったとは、夢にも思わなかったよ、バニー。いや、こうなったら君を生かせるなんて真っ平だ。それに、二度とその真似はしないことだ。今度は黙って見ているなんてことはないからね。この窮地から抜け出す道を何か考えなくては。君がそんな男だったとはね。さあ、その銃をこちらへ。片手が優しく僕の肩に置かれ、もう一方の手が街灯のポケットへ滑り込んだ。僕は一言も漏らさず、武器を取り上げられるに任せた。それはただ、ラフルズが意のままに人を抗いがたく引きつける、あの巧妙な力を持っていたからではない。彼は僕が知る誰よりも、比べようもなく人を御する男だった。だが僕が従ったのは、弱い性質が強い性質に屈したというだけのことではなかった。僕をオールバニエと駆り立てたあの儚い望みは、魔法のように、ほとんど膝が崩れそうなほどの安堵へと変わったのだ。ラフルズはやはり助けてくれる。J、ラフルズが僕の味方になってくれる。まるで世界中が突然こちらの側に転じたかのようだった。だから彼の行いに抵抗するどころか、その手を先ほどの狂乱に劣らぬほど抑えがたい熱情を込めて握りしめたのだった。ありがたい、恩に着るよ、と僕は叫んだ。何もかも許してくれ。本当のことを言おう。
君に何の貸しもないことはよくわかっていた。それでも追い詰められた末に、もしかしたら助けてくれるかもしれないと思ったんだ。それでも懐かしい母校のために、昔のよしみでもう一度だけ機会を与えてくれるかもしれないと。もしダメなら頭を打ち抜くつもりだった。そして君が気を変えるなら今でもそうするつもりだ。実のところ話しているそばから彼の表情とともに気持ちが変わりつつあるのではと恐れた。優しい口ぶりにも、僕の昔のあだ名を一層優しく口にしてくれたことにも安心しきれなかった。だが次の言葉でそれが思い違いだと分かった。結論に飛びつく癖は全く子供のままだな。僕にも悪癖はあるさ、兄。だがぐずぐず迷うのはそのうちには入らない。座れたまえ、ね、君、タバコでも一本吸って気を鎮めるんだ。いいから座れ。ウイスキーは君には一番毒だ。ほら、君が来た時に入れていたコーヒーがある。さあ、よく聞きたまえ。君はもう一度の機会と言ったね。どういう意味だ？バカラでもう一勝負か。冗談じゃない。運が向くと思っているんだろうが、もし向かなかったら、事態を悪くするだけさ。いや、ねえ、君はもう十分のめり込んだ。僕に身を委ねるのか、委ねないのか。よろしい。ならばもう深入りはなし。僕は小切手を取り立てないと約束しよう。あいにく他の連中がいる。そしてもっとあいにくなことに、マニー、この僕も今この瞬間、君と同じくらい一文なしなんだ。今度は僕がラフルズを見つめる番だった。君がと声を張り上げた。君が一文なし？こうして座って、それを信じろというのか？僕は君のその話を信じまいとしたかい。と彼は微笑みながら返した。それに君自身の経験からして、こんな場所に部屋を構え、クラブの一つ二つに名を連ね、少々クリケットに興じる男なら、必ず銀行に残高があるものと思うのか。言っておくが、ねえ君、今この瞬間の僕は、かつての君と同じくらい一文なしなんだ。生きる頼みは才覚だけ、他には文字通り何もない。今夜いくらか金を勝ち取る必要があったのは、僕も君と同じことさ。僕たちは一連卓勝だ、兄。手を組んだ方がいい。組む。僕はそれに飛びついた。君のためなら、この世のどんなことでもするよ、ラフルズ。と言った。僕を売らないというのが本当なら、何でも好きなことを思いついてくれ。僕はやってのける。ここへ来た時も捨て鉢だったが、今だって同じだ。秋分さえ起こさずにこの窮地から抜け出せるなら、何をするかなんて構いやしない。今もまた、彼の姿が目に浮かぶ。部屋にしつらえられた贅沢な椅子の一つに深く身を持たせている。気だるげでしなやかに鍛えられた体つき、青白く鋭くひげのない顔立ち、癖のある黒髪、強情で容赦のない口元、そしてまたあの目の澄んだ光を星のように冷たく輝く眼差しが僕の脳裏に差し込み、心の奥底の秘密まで振るい分けるのをまざまざと感じる。本当にその気があるのかな。ややあって彼は言った。今の気分ではそうだろう。だが自分の気分が続くと受け合える者がいるかね。それでも男がそういう口を聞くときには望みがある。それに思い出したぞ。君は学校で度胸のある小僧だった。確か一度僕に随分いいことをしてくれたな。覚えているかい、バニー。まあ少し待ちたまえ。僕はそのうちもっといいことをしてやれるかもしれない。考える時間をくれ。彼は立ち上がり、新しいタバコに火をつけ、再び部屋を歩き始めた。だが、その足取りは先ほどよりゆっくりとして、物思わしげで、ずっと長く続いた。二度、何か言いかけるように僕の椅子のそばで立ち止まったら、その度に思いとどまり、黙ったまま歩みを再開した。一度、しばらく前に閉めていた窓を上げ放ち、オールバニの中庭を満たす霧の中へ身を乗り出して、しばし佇んだ。その間にロダナの時計が一時を打ち、やがてまた半を告げる一つを打ったら、二人の間に言葉はなかった。それでも僕は、辛抱強く椅子に座っていただけでなく、その半時間のうちに、場違いなほどの落ち着きを得ていた。知らず知らず、自分の重荷をこの素晴らしい友の広い肩に移し替えていたのだ。時が過ぎるにつれ、視線とともに思いもさまよった。部屋は程よい広さの正方形で、折りたたみ扉と
大理石のマントルピースを備え、オールバニ特有の陰鬱で古風な気品を漂わせていた。気の利いた家具が程よく整えられ、程よい無頓着さと程よい趣味とでしつらえられている。だが何より僕の目を引いたのは、クリケット選手の隠れ家にありがちな品々がないことだった。使い込まれたバットを並べたありきたりの掛け棚の代わりに、棚という棚に物が乱雑に詰まった彫刻付きの菓子の本箱が一方の壁の大半を占めている。クリケットの集合写真があるはずのところには、愛年や祝福されし乙女といった作品の複製画が埃をかぶった額に入り、まちまちの傾きでかけられていた。これでは一流のスポーツマンというより二流詩人の部屋とでも言ったところだ。だが彼の入り組んだ気質には元から美への鋭い感性が一筋通っていた。これらの絵のいくつかは学校で僕自身が彼の書斎の誇りを払ったものだ。それらを眺めるうちに彼の数ある一面のうちのまた別の一つ、そしてたった今彼が口にしたあの小さな出来事へと思いが向かった。誰もが知る通り、パブリックスクールの気風は11のとりわけクリケット部首相の人となりに大きく左右される。J. ラフルズの時代、我が校の気風は良好だったし、彼が労を厭わず及ぼした影響は天使の側に立つものだった。それを否定する声はついぞ聞いたことがない。それでいて学校ではこんな噂がささやかれていた。彼は夜ごと派手な格子柄の服につけひげをつけて街をうろついているとささやかれはしたが、信じる者はいなかった。それが事実だと知っていたのは僕一人だ。夜な夜な寮の他の者が寝静まった後、僕は彼が降りた後のロープを引き上げてやり、決めておいた合図で再び垂らすために何時間も起きて待っていたのだから。さて、ある夜のこと、彼は大胆に振る舞いすぎて名声の絶頂にありながら危うく不名誉な奉公処分の一歩手前まで行った。彼の卓越した強胆さと並外れた胆力、そしておそらく僕のいくらかの起点も手伝って不守備な結末は免れた。この恥ずべき一件についてはこれ以上語る必要もあるまい。だが捨て鉢になって僕がこの男の慈悲にすがるにあたり、その一件を忘れたふりはできない。そしてラフルズの寛大さがどれほど彼もまたそれを忘れていなかったという事実によるものなのか、そう思案していると彼が立ち止まり、再び僕の椅子のそばに立った。危ない橋を渡った夜のことを考えていたんだ。と彼は切り出した。なぜびっくりとする？僕もそれを考えていたんだ。彼はまるで僕の心を読んだかのように微笑んだ。あの頃、君はまさに見上げた小僧だったよ、バニー。喋りもしなければ、着るみもしなかった。何も問わず、何も漏らさなかった。今の君もそうなのかな？どうだろう。その口ぶりに少々戸惑いながら、僕は言った。自分のことをこれほどしくじったんだ。人から信用されないのと同じくらい、自分でも自分が信用できないよ。それでも、一度として友を裏切ったことはない。それだけは言える。さもなければ、今夜こんな苦境に陥ってもいなかったかもしれないがね。まさにそうだ。とラフルズは、何か秘めた思考の筋道に同意するかのように、自分にうなずきながら言った。まさに僕が覚えている君そのものだ。かけてもいい。それは10年前と変わらず、今も本当だろう。僕たちは変わらないのさ、バニー。ただ伸びてゆくだけだ。君がロープを垂らし、僕がたぶって登っていた頃から、君も僕も本当のところは何一つ変わっちゃいない。君は仲間のためなら何でもやってのける。そうだろう。この世のことなら何でも、と僕は嬉しくなって叫んだ。犯罪でもか。ラフルズは微笑みながら言った。僕は考え込んだ。口調が変わったので、からかわれているに違いないと思ったのだ。それでも目は相変わらず真剣そのものに見えたし、僕の方も何かを差し控える気分ではなかった。いや、犯罪でもだ、と言い切った。犯罪の名を挙げてくれ。僕が引き受ける。彼は一瞬、驚きの目で僕を見つめ、次の一瞬は疑わしげに見つめた。それからかぶりを振って話を打ち切り、彼ならではのあの皮肉っぽい笑いを浮かべた。君は大した男だよ、バニー。正真正銘の捨て鉢者だ。そうだろう。さっきは自殺、字の瞬間には僕の好きな犯罪は何でも解きた。
君に必要なのは歯止めさ。いいかい君。失うべき体面を持つ真っ当な順法市民のところへ来たのは賢明だったよ。とはいえ、あの金は今夜手に入れればならん。どんな手を使ってでもな。今夜ラフルズ？早いに越したことはない。明朝10時をよぎれば、一刻ごとは危険だ。あの小切手の1枚でも君の取引銀行に回れば君ともども不渡りになる。いや、今夜のうちに金を工面して、明日一番に君の口座を立て直すんだ。それに、どこで金を工面できるか、心当たりある気がする。夜中の2時にか？そうとも。だが、どうやって、一体どこで、こんな時刻に？ここボンドンストリートにいる僕の友人からさ。よほど親しい友人に違いないな。親しいなんてものじゃない。彼の店は出入り自由で、玄関鍵だって僕専用のを持っているんだ。こんな夜更けに、彼を叩き起こすつもりか？もし寝ていればね。それで、僕も一緒に入るのが、どうしても必要なんだな。絶対にね。ならば、行くしかない。だが正直に言わせてもらえば、この話は気に入らないよ、ラフルズ。もう一方の道の方が好みかね。と友はあざけるように尋ねた。いや、全く、それは不公平だ。同じ息で、すまなそうに彼は叫んだ。よくわかるとも。これは愛おしい試練だ。だが、君を外に立たせておくわけにはいかない。そうだ、出かける前に一杯やりたまえ。ほんの一杯だ。そこにウイスキーがあるし、ここにサイフォンもある。僕が街灯を切る間に、好きなだけ注ぎたまえ。なるほど、僕はいくらか遠慮なく注いだことだろう。彼のこの計画は避けようがなさそうに見えるだけになおさら愛おしかったのだから。とはいえ認めねばなるまい。グラスが空になる頃にはその計画も恐ろしさを幾分か減じていたことを。やがてラフルズがブレザーの上にカバートコートを羽織って戻ってきた。くせ毛の頭にはソフト棒を無造作に乗せ、僕がデカンターを手渡すと笑みを浮かべてその頭を振った。帰ってきてからにしよう。と彼は言った。仕事が先、楽しみは後だ。今日が何の日かわかるかい？グラスを飲み干す僕にそう付け加えながら、シェイクスピアのカレンダーから1枚を破り取った。3月15日だ。3月15日を忘れるな。3月15日をな。どうだいパニー、君ね。忘れたりはしないだろう。そして笑いながら、彼は火に石炭をいくつか投げ入れ、几帳面な歌人さながらにガス灯を絞った。こうして二人は、ロダナの時計が2時を打つ中、連れ立って出て行った。ピカデリーは生白い霧の塹壕で、ぼやけた街灯がその円を取り巻き、薄く粘りつく泥が一面を覆っていた。人気のない敷石の上で、他の通行人と出くわすことはなかった。ただ巡回の警官が、僕たちに随分鋭い視線を投げてきたが、連れの顔を認めるとヘルメットに手をやって挨拶した。ご覧の通り警察に顔が知れていてね。通り過ぎながらラフルズは笑った。気の毒にこんな夜は油断なく見張っていなきゃならんのさ。君や僕には厄介の種でも犯罪者連中にとっては願ってもない授かり物だ。とりわけ稼ぎ時のこの季節にはね。おや着いたぞ。それにしてもなんてことだあいつめ。結局もう寝入っているじゃないか。僕たちはボンドストリートへ折れ、右手の少し先の縁石で立ち止まっていた。ラフルズは通りの向かいのいくつかの窓を見上げていた。霧を透かしてかろうじて見分けられるその窓には明かりのきらめき一つない。覗き窓のある店の扉とその内側でこうこうと灯る明かりからして宝石店の上にある窓だと分かった。だが店の隣にある住居用の扉も含めて上階全体は空そのもののように真っ黒で何の手がかりもなかった。今夜は諦めた方がいいと僕は言い募った。きっと朝にすれば間に合うさ。とんでもないとラフルズは言った。あいつの鍵は持っているんだ。驚かせてやろう。来たまえ。そして僕の右腕をつかむと急いで通りを渡らせ玄関鍵で扉を開け、字の瞬間にはそれを背後で素早くだが音もなく閉めた。二人は暗がりに並んで立った。外では規則正しい足音が近づいてくる。通りを渡るとき霧越しにそれが聞こえていた。今それがいよいよ近づくにつれ、連れの指が僕の腕に食い込んだ。あいつ本人かもしれない。と彼は囁いた。とんでもない夜の鳥でね。物音を立てるなバニー。
紐を潰させてやる。あ、規則正しい足音は止まることなく過ぎ去った。ラフルズは深く息を吸い込み、僕をつかむあの異様な手の力をゆっくりと緩めた。